退職を希望させていただき、本当に申し訳ありませんでした。失礼します。古株がまた一人いなくなった。クラブ本店、ローランドグループの本店だと思うんですけど、最近売り上げが雑魚すぎて、ローランドグループの恥だなと思ってるんで、僕はね、とても厳しいと思うんで、嫌になるとは思うんですけど、ついてくれないやつは俺はいらないんで。ならばついていかない。ローランドは間違えている。本当に現場の声を聞いてほしいです。この体制で2024年のローランドグループはやっていくと。2024年は、店舗の拡大はしません。ホストの帝王は今裸の王様とささやかれていた。いよいよ潮時か。苦渋の決断3部作。ザ・ローランドショー開幕。立ち上げから5年、売買ゲームも続くローランドグループ。東京から大阪へ事業を拡大し、順風満帆に見えたが、ローランドからの突然の一報に暗雲が立ち込める。ホストのいるお店ではなく本社への呼び出し。身内にも聞かれたくない内密な話だという。いきなり呼ばれて、はい、マイクですよね。いや大丈夫です。もうこの行きましょう。はい、ごめんなさい。どうしました？何があったんですか？いやなんかローランドグループが、始まって以来めっちゃごたついてんなっていう。その人事の面でね、黒崎さんの手腕にちょっと俺が自身結構疑問を感じちゃってる部分があって、本人にももちろん言ったんですけど、陰口言うのも嫌なんで、もうクラブからはもう黒崎さんも外して、もうシックだけ見てくれと。ローランドグループには歌舞伎町に2店舗、大阪に1店舗がある。黒崎店長はローランドの右腕としてグループ全体を統括していた立場だったが、 SNS の運用の仕方や勤怠評価の基準など、ローランドとの間に経営面の溝が生まれ、歌舞伎町の1店舗のみの管轄に下げられた。シック1店舗だけの担当になってくれって話をして、で融資をクラブの本店とクラブの大阪の統括の代表に昇格させて、融資にマネジメントさせようっていうふうに思ってたんですよね。思ってた。思ってたんですか？思ってたんだけど、その意向を伝えた時に内勤人がそんななんかいきなりその大阪ちょっと成功したぐらいのやつを代表にそれで全権任せるのは違くないですかみたいなことを言ってきて、で一回その件含めて話しようぜって話をしたら、湿度とかミオとかが、そもそも会議にも来ないっていう。で湿度とミオはなんか書面でなんかこういう理由でもう一緒にはできないですみたいなことを言ってきたんで。どういう内容だったんですか？そのポットでの代表を本店の代表にするのはおかしいって話とか、でその伝え方も正直なんか、俺からすると気持ち悪いなって直接伝えてこいよって思うんですけど、ただ直接言えないような関係値作った俺もいけなかったのかなっていうのは反省はしましたけど。社長ローランドの人事発令に食ってかかった内勤湿度。趣味が合うっていう本当そうですね。年齢一緒だしね。はい、ためですね。同学年です。湿度と来るともう楽でいいわ、めっちゃ。ありがとうございます。二人の間に芽生えた絆と友情。それを無残に引き裂いた亀裂の原因とは一体。湿度に関しては、なんかその俺は内勤は表出るべきじゃねえと思ってるんですよ。もう裏方で支えて、なんか目立とうとするんだったらナンバー入って普通にもうキャストやってくれよって話。こっちがなんかこう偶発的に結果的に有名になるのと、お前が能動的に有名になろうとするの違うぜという話を
してたんですけど勝手にこう配信始めて、なんかお前なんでじゃあ勝手にその配信とかしたのって話をしたら、いや俺黒崎さんに確認したんだよとか、いやお前それ俺に確認して俺が断るの分かってるから黒崎さんに確認してんだよねっていうところとか、あとは勝手に俺の許可取らずに遅刻しているとか、声優さんのイベントに行くのに、俺に許可取らずに勝手に遅刻出勤扱いしてたりとか。なんなんこれ。いやマジでこれお前なの。お前入社前から自分の SNS で配信を行っていた出土。実は自己顕示欲強めの出たがり屋だったのだ。その隠しきれぬ性分がローランドの気に障った。ちょっと俺のイズムじゃない子たちは外すっていう感じで、だから湿度とかも移動させるし。どこに移動させるんですか？俺のイズムに従えないんだったらやめてくれって話をして、だから本人が決めると思いますけど、残るか残んないかは本人決めると思うんで、ちょっと舐められた結果かなっていう感じですよね。スタンスの違いから生まれた大きな溝。そうなると気になるのは湿度の状況。彼が勤めるのは歌舞伎町にあるザ・クラブ。現在3店舗あるローランドグループで本店という立ち位置だ。英語の龍一さん側とかいかがですか？右側飲み直しです。あれも初回の飲み直しで。エレンさん A4 ファースト終わったらヘルプ行きましょう。 B さん？あれ俺。いやでも B さんが8の初だからそこについてもらえたらありがたいかも。オミトが抜けないからもう2枚で。その姿はまさにフロアの司令塔。ホストたちは湿度の言う通りに宅へと向かう。皆さん入社前の湿度を覚えているだろうか。失礼いたします。お願いします。よろしくお願いします。面白い。髪型は何？すいません。消防矯正をかけてるんですけど、東京の湿度が高かったみたいな。彼が初登場したこちらの動画は再生回数なんと675万回超え。プレイヤーとしては落選したものの数日後、内勤志望で来たんですけどどうしますか？覚えてます。風邪システム。はい。東京の湿度です。あ、そうそうそう。どうしてもローランドの下で働きたい。職種はこだわらないとのことで再エントリー。で何になったの？なので湿度当たりされなくていいんです。内勤なんてダメです。そう責める必要ないんで。なんで明日変えます。すいません。名前変えるんですか？はい、ダメですそんなの。はい。だって湿度でしょ。ふざけすぎじゃない？無事採用されたものの黒崎店長は湿度という源氏難が面白くなかった。だけどローランドは湿度が面白かった。こうしてキャラ立ち内勤が誕生した。湿度はありがたい源氏難に恥じぬよう1年努力を重ね、頼れる内勤に成長というかメンターだ。いらっしゃいませ。天音崎主任の好きなお姫様から高級シャンパンノージャグナと一発いただきました。緊張するの分かる。楽しんで思いっきり感謝の気持ちを込めてやればいい。これがデビュー戦だからね。まだまだ落ち着いて深呼吸一回しよう。明るくさっき声出して。次のターンでいくよ。よしこ。精神科医レベルの寄り添い方でホストケア。お客さんからはありがとうございます。どうもありがとうございます。おそらく日本一知名度のある内勤であろう。会社の人事で鬼軍曹
黒崎店長が別店舗常駐になった今、仕事の出来も含めもはや湿度なしのザクラブは考えられない。存在感は唯一無二なのだ。いらっしゃいませ。そうだよね。まあ、他のホストクラブ行ってもローランドはいないからさ。ご奉仕の心もあるんだね。いい女がいたらこういう女と結婚してんだよな俺は。ハンバーガーに並んでくれる女がいいよ。ローランドは湿度の謀反があったばかりなのに冷静だ。ビーツは朝日蘭さんです。そこ単価が300万ぐらいいきそうです。はい。ルビー入ります。飛び込み？飛び込みゲット。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。タイプ B ある。タイプ B ってライトニング。ライトニングは今や会長のローランド。冷戦中の湿度にも至ってドライに接するが、当の湿度はというと、様7万円お預かりしてる。俺聞きづらいんで誰か会長に。どっちにしろ取りに行きたいな。会長に耳打ちで聞いてほしいです。部下を経由して上司の判断を仰ぐ。無意識にローランドと直接向き合うのを避けてしまう。湿度は自ら憧れの人に弓を引いてしまったのだ。はい、じゃあ行きまーす。はい、ポーズ。一度は夢見たキラキラホスト。でも裏方になった。ローランドのそばにいたかった。それが今こんなにもローランドと離れてしまった。やめるしかない。こんなはずじゃなかった。次回。品川議員試合から一言。退職を希望させていただき本当に申し訳ありませんでした。失礼します。ローランド・チルドレン4年の売れっ子が突然の退店発表。の店は出店が取りやめになって、でまあ議員に関しては LINE 一通で「すいませんもう心折れたんで辞めます」みたいな連絡来て、心中してもいいかなと思うんで。グループ崩壊の真相は。